時にこのような人が部下や選手や子供を使って脅迫的に周りに勝ちまくろうとすることがあります。脅迫的なんです。必死で必死で必死なんです。利用された人は恐怖を感じます。このような人が部活の顧問などになると、生徒は、選手は操作されて心を壊すことがあります。こんにちは。自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。電子書籍を読んで生きやすくなったと言ってくださる方々も多いです。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。前回の優越感を求めるアダルト・チルドレンの原因と末路という動画で、周りに勝つことによって優越感を持つことを脅迫的に必要としている人の話をしました。概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらもご覧になってください。より理解が深まると思います。今日はこのような脅迫的に優越感を求める人が弱いものを巻き込んで勝とうとするとどうなるかという話をします。自分より上の立場にこのような人がいると大変です。このような人はあらゆることで周りに勝とうとするので、部下ができると部下の育成という部門でも他者に圧倒しようとするかもしれないし、パワハラをするかもしれません。部下と言いましたが、部下に限らず子供であったり生徒であったり教え子であったり、自分より下のものを巻き込んで周りに勝とうとする人もいます。脅迫的に勝たないといられないのだから、このような人が指導者になると体罰をするかもしれません。昔は体罰は当たり前だったと誰もが口を揃えたように言いますが、私はこの言葉が大嫌いです。私が体験した体罰は当たり前ではなかったからです。そこら辺にあったような体罰とは違いました。その内容までは話しませんが、今日はパワハラなど心の必要性を弱いものを使って満たそうとする人の心理や、脅迫的に優越感を求める人からの体罰を実際に経験した私が伝えられることを話したいと思います。まずはざっと前回のおさらいをします。脅迫的に優越感を得ようとしている人は、根っこに病的な劣等感があります。それを感じないように、周りに圧倒しなければならない心理的必要性があるんです。つまり、病的な劣等感に言動を支配されています。だからやめようと思ってもやめれません。熱があっても休めません。休もうと思っても休めません。勝つためにものすごく努力をします。劣等感に取りつかれていて、そうしないといられないのです。このような人は、周りに勝つことだけに意識が集中しているので、人の気持ちが全くわかりません。そこで、仮に勝つことができても、周りに嫌われ孤独になる人が多いです。さらに、このような人がナルシシズムを解消していないと、自己愛性人格障害的になるかもしれません。こうなるとさらに厄介です。今日はそのような人を考えていきます。社会にはこのような人が一定数います。
このような人が上の立場に立つと、下は大変な迷惑を被りますので、このような人には、ついてもらっては困る職業や地位などもあります。でも現実は、このような人がそのような立場に立つことも多いのです。このような警察官もいるし、このような政治家もいるし、このような先生もいるし、このような指導者もいるし、このような上司もいるし、このような親もいます。ここから先は、このような人が親だったら、部活の指導者だったら、ということで話しますが、パワハラ被害に遭っているような人は、上司がこういう人だったらというように置き換えて聞いてもらうと理解しやすいかもしれません。では、このような病的な劣等感に取りつかれている人が子供に厳しくスポーツを教えているとします。あるいは小学生に部活を教えているとします。保護者が自分自身の名誉獲得のために子供を利用している。指導者が自分自身の名誉獲得のために子供を利用しているということがあります。まず、保護者が自分自身の名誉獲得のために子供を利用している例は、例えば、まだボールをまともにキャッチできないような小学1年生ぐらいの子とキャッチボールをし、かなり強めのボールを投げているお父さんを私はついこの前目撃しました。また、小学生のバスケットの大会などを見ていると、子供がミスをすると、監督よりも子供を怒るお父さんお母さんがいます。このような人たちは、子供が今すぐ上手くなってくれないと、自分が名誉獲得できないから怒るんです。厳しく教えるんです。あるいは、子供がこのチームはひどいチームで自分には合っていないと気づいたとします。そこでやめたいと言うと、子供の気持ちを理解しようとすることもなく、自分でやると決めたんだから最後までやりなさい。ここでやめるような人はまともな大人になれない。というようなことを言います。子供の気持ちをよく聞こうともしないような親は、本当は親である自分が子供に続けてほしいんです。でも、あなたが頑張ると私は名誉獲得できるので続けなさいとは言いません。ここでやめるような人はまともな大人になれないと言います。親に依存している子供は親の期待に沿おうとします。でもこれは操作されて強制的に続けさせられているのと同じです。このような親は子供に選択肢を与えていないんです。自分が誘導したい方向に誘導します。つまり、子供の欲求やニーズは無視して、大人のニーズを優先しています。役割が逆転しているんです。本来は、部活などというものは、子供のためにあるべきものです。部活が大人のためになっていると、子供にしたら、大人たちの要求に応えられない自分は、人間としての価値がないんだと感じます。子供時代というのは、人間としての価値を感じられるように育ててもらうべき時期です。親の道具にされた人たちは、そのような時期に、
親の役に立てないお前は価値がないと言われて育っているのと同じです。では、指導者が病的な劣等感に取りつかれていて、周りに圧倒しようとしている場合、チームはどうなるか考えてみましょう。このような人は、病的な劣等感に人生を支配されていて、とにかく勝たないといられないんです。勝たないと自分が持たないんです。でも子供たちは急には上手くなりません。選手がミスをするたびにイライラします。ストレスがものすごいです。そしてここまで病的な劣等感を持つような環境で生きてきたということは、今までの人生で莫大な量の憎しみを抑圧しています。こうなると、ミスった選手に憎しみを込めて怒鳴ります。ここでのポイントは、ただ怒鳴る人と憎しみを込めて怒鳴る人は全く別人だということです。部活の指導者などは厳しさも必要なので怒鳴る人が多いですが、普通は憎しみを込めていません。でも脅迫的に勝たないといられない人は、勝たないといられないんだから憎しみがすぐにたまるんです。この憎しみがそこら中にあふれています。もっとひどくなると体罰になるかもしれません。昔に比べると体罰は目に見えて減っていますが、文部科学省によると、令和2年度に体罰で処分を受けた教員は485人です。これだけ体罰はダメだと騒がれていても、まだこんなにいるんです。それも処分された件数が485人です。報告していないケースも合わせたら相当な数になると思います。病的な劣等感に行動を支配されているということは、自己中心的で人の気持ちがわからない上に憎しみがすごいんです。そんな人が勝たなければいられないんです。子供の気持ちを考えることはありません。イライラや憎しみの感情をそのままぶつけます。このような人はよく耳元で怒鳴ったりしますが、こんなのは憎しみの表れ以外の何者でもありません。ただの暴力ならよくはないけどまだいいんです。体の傷はすぐ治るんです。でも心の傷は何十年も続きます。憎しみやイライラや負の感情を上乗せされた場合は破壊力が抜群です。それが続けば、そして相手が子供であれば心は簡単に破壊されます。このような心に問題を抱えた大人に支配された子供たちは、自分の欲求は無視されて大人の欲求に合わさせられているのです。例えば、本当は練習は嫌だけど毎日しなければいけない。休むことは許されない。練習の最後に大きな声でありがとうございましたって思ってもないことを言わないといけない。ビンタをされて帰れと言われてもやらせてくださいと言わないともっと怒られるんです。自分の本心ではないことを言わされるんです。本当はそのスポーツが好きでないけど
勝利を目指さなければいけない。本当は好きではないけど、好きと思わないと辻褄が合わない。こうなると子供の心は複雑によじれていきます。私も脅迫的に勝たなければならない未熟な大人からの体罰経験があるのでわかるのですが、このような人に道具にされた子供たちは、勝ち負けなんか本心ではどうでもいいんです。勝たないと怒られるから勝ちを目指しているだけです。優勝を目標にさせられていたのだから、優勝したら子供たちは喜びます。これを見て、子供のために俺はスポーツを教えているんだと未熟な大人は合理化しますが、優勝したって大人の道具にされていた子供たちは達成感は味わえません。そして病的な劣等感に取りつかれている大人の強迫性はとにかく凄まじいんです。生きるか死ぬかの必死さです。言葉にしようがしまいが、必死さは子供たちに伝わります。休むなよ、風邪ひくなよ、という必死さが伝わってくれば、体調が悪くても体調が悪いとは言えません。だから誰かが倒れたときは、このような自己中心的な指導者は、あいつが黙っていたからわからなかったと逃げます。また子供であっても体罰がまずいということはうすうす分かっています。誰にも言うなと言われてなくても、子供たちは必死な大人のオーラからそのことを感じ取ります。人の必死さ、それも自分に対しての必死さって怖いんです。重圧がものすごく怖いんです。誰にも言うなと言われてなくても怖くて言えません。こうなると助けを求めることもできません。こうしていやいや厳しい練習をさせられているんです。これは短期的には効果があります。厳しすぎる練習をしているのだから他より強くなります。でもあくまでも短期的にということです。これだけ心を偽らされているのだから、きちんと後からそのツケを払うことになります。そもそも自分からやりたいと思うから成長できるんです。いやいややらされてもやる気は出ません。短期的にはスパルタで引き上げることはできますが、長期的には自分からやりたいと思える心を作ってあげないと最終的には失敗します。そして未熟な大人に支配されるということは、自分からやりたいと思える能力を奪われるということです。このような心に問題を抱えた大人は、自分の名誉獲得のために子どもたちの未来の可能性を奪っています。大阪の桜宮高校バスケ部の事件をきっかけに体罰教師への処分が重くなりました。そこで体罰は目に見えて減っています。でも私が気になって仕方がないのは、体罰は減っても病的な劣等感に取りつかれていて、勝たないといられない人は減っていないんです。するとどうなるかということですが、私は近い将来、しごきが問題になると思っています。しごきです。
体罰をすると短期的にはものすごい効果が出ます。指導者が無能でも体罰するだけで強くできます。だから勝たないといられない人は、勝たないといられないんだから体罰をするんです。でも無意識の必要性で脅迫的に勝たなければいられない人がその体罰を取り上げられたらしごくしかないんです。長距離を走らせ、何本もダッシュさせ、フラフラになっても怒鳴って休ませない。温暖化で年々暑くなってきています。夏でも休憩時間をたっぷり取らない。こうなると死人が出ます。このようにやばい人に全権を与えてしまうと本当にやばいんです。行くとこまで行ってしまいます。体罰に限らずパワハラなどでも犠牲になっていると感じる人は行くとこまで行く前に離れてください。子供が厳しすぎる練習や体罰が嫌になっているとします。やめたいとします。でも病的な劣等感に支配されていて勝たなければ生きていけないような指導者は選手に辞められることが一番まずいんです。そこでふりをしたり操作をしたり説得という名の脅しで絶対にやめさせません。怯えている子供を操作することは簡単です。子供には、選手には、はいとしか言えないような質問の仕方をします。続けますとしか言えないような質問の仕方をして続けさせます。ここで大事になってくるのは、親がどっちの味方かということです。親も指導者に便乗して子供の活躍で自分の名誉を獲得しようとしている場合、親も一緒になってここでやめたら弱くなるなどと言います。この場合、子供にとっては味方が誰もいないということです。子供は恐ろしいほど視野が狭いんです。もしかしたら部活を辞めたら学校も辞めなければいけないと思っているかもしれないし、部活を辞めたら生きていけないと思っているかもしれません。だから辞めることも選択肢の一つだよ。その場合はこうなることが予想される。他にもこういう選択肢もあるよ。と選択肢を増やしてあげるのが味方の親です。親さえも敵だった人はやめたくてもやめれません。だから心が壊れても最後まで続けます。最後まで続ければ強くなると未熟な大人に操作されて自分の心を壊し続けた人の心は弱くなっています。最後まで続ければ強くなるは誰かの操作の意図が隠れている言葉です。逆にチームを途中で辞める人がいます。ひどいチームを途中で辞めた人は決して弱い人ではありません。弱い人が辞めるのではなくてまともな人が辞めるんです。でも心に問題を抱えている大人に支配されている子供はまともなだけではやめれません。ひどいチームを辞めれる人はまともでかつ親が味方だった人です。ここで取り上げているのは心に問題を抱えていて
脅迫的に勝たないといられない人が監督をしているチームです。すべてのチームがこうだと言っているわけではありません。素晴らしいチームもたくさんあります。私は長いこと部活をやっていた人の一人です。部活賛成派です。本当は続けてほしいです。ただ、ここではひどい大人に利用されているケースを取り上げています。そのような場合は、スポーツは他の場所でもできます。では、ポイントを振り返りながらまとめます。心の底に、ありのままの自分では価値がないという思いがあり、それも病的なほど自己評価が低い人は、その劣等感に人生を支配されることがあります。つまり、劣等感に取りつかれていて、周りに勝って圧倒しないといられないのです。やめようと思ってもやめられません。劣等感に取りつかれた人は、自分の健康や周りの人を犠牲にしても、このような生き方しかできません。時に、このような人が部下や選手や子供を使って脅迫的に周りに勝ちまくろうとすることがあります。脅迫的なんです。必死で必死で必死なんです。利用された人は恐怖を感じます。このような人が部活の顧問などになると、生徒は、選手は操作されて心を壊すことがあります。かつて病的な劣等感に取りつかれている人たちが勝たなければならないという心理的必要性に突き動かされて、度を超えた体罰をしていた時代がありました。今でも体罰はまだ残っていますが、昔に比べるとだいぶ減っています。今後も体罰を禁じる動きは強まると思います。それは素晴らしいことですが、体罰を禁止しても、病的な劣等感に取りつかれている人は減っていないんです。問題の根っこはこっちです。病的な劣等感で周りに勝たないといられない人をどうにかすることが必要なんです。でもこの根っこには誰も目を向けずに、枝葉の体罰をなくそうということに力を入れています。劣等感に支配されている人は、体罰を禁じられても、勝たないと心理的に持たないんです。脅迫的に勝ちを求めます。すると、温暖化でこれだけ暑い日に、生徒のことを思いやる心を持っていない人が、しごきまくるという状況が、私には目に浮かびます。炎天下でしごきすぎると、死人が出てもおかしくありません。もちろん体罰の方がいいと言っているわけではありません。体罰は脳が萎縮します。体罰や虐待を受けて育った人の脳を調べると、脳の海馬や脳梁などの面積が小さくなっているという報告があります。体罰や虐待を長いこと受けて育った人は、後の人生を大変苦しみます。体罰によるものだろうが、しごきによるものだろうが、パワハラによるものだろうが、社会には一定数このような心理的必要性に人生を支配されているような人がいます。自分の周りの人がどういう人なのか見極めることが大切です。そして、もし自分自身が今まで脅迫的に価値を求め続けて生きてきたというのであれば、その生き方は孤独になるだけです。結局、人が人を見ているんです。実績じゃないんです。
実績がある人が勝つんじゃないんです。実績や実力があっても、生き方が悪いと周りに反発されてしまうんです。逆に、実績や実力がないのに人柄がいい人は周りにも認められる人が多いです。社会は人が集まって生きているのだから、そうなることが多いように思います。なので、周りに勝って、周りに圧倒して、実力を見せつけて認めてもらおうとするより、実力がないなりにも、周りと仲間になって、周りと協力して、周りと助け合いながら生きていくという生き方の方が良くないでしょうか。ぜひ考えてみてください。そして、それができるようになるためには、まず心の底のありのままの自分では価値がないという病的な劣等感ときちんと向き合うことから始めましょう。そして自己肯定感を少しずつ上げていきましょう。自己肯定感を高めようという再生リストも参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。いつもコメントや高評価や応援してくださっている仲間の皆さんありがとうございます。感謝しております。また、いつも最後まで見てくださる方々もありがとうございます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今後もアダルトチルドレン用の動画を上げていきますので、仲間になってくださる方、応援してくださる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。